丁寧で素直で真面目な子です。めちゃくちゃ頑張ってて、自分の未来のため、将来のため、なんか計画を進んで、頑張っている子です。今介護職員として働きながら、大学を卒業したいという意思を持ってて、今日本の大学に通おうと頑張っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。プープーと申します。プープこれだけです。ー。はい。そうか。はい。ミャンマーの方ってその名字がねない。日本でいう名字みたいなのがないって言いますよね。はい。でもプープーさんっていう名前で。はい。いつ来たんですか？去年の6月から来ました。お、じゃあもうそろそろ1年経つ。はい。なるほどですね。どうですか？日本は。ミャンマーより安全な国かなと思ってるんですけど、はい。私はね、ちょっと寂しがりだからね、ちょっと時々は寂しくて、でもね、楽しいこともいっぱいありますよね。ありますよね。お仕事は何をされてるんですか？今は介護の仕事してます。介護の仕事だからね、ちょっと心も体も疲れる時もありますけど、はい。でもその分やりがいもありますよね。そうです。お父さんお母さんは何をやっている方ですか？はい。子供の頃は、お父さんもお母さんも小さいなお店を開いてたよね。お店。はい。でも私小学生の頃からお父さんが亡くなって、お母さんと私と姉と暮らしてたけど、祖母はちょっと心配すぎて、祖母のうちに、一緒に暮らしましたよね。おばあちゃんは何をされてた方なんですか？家賃とか家賃そうです。家賃。じゃあ、なるほど。不動産とか土地を貸したり、家大家さん。大家さん。大家さんです。賃貸収入でございますね。なるほど。じゃあ例えばプープーさんとかの住むお家とかもそのおばあちゃんのお家をお借りしたりしてるんですか？はい、そうです。たまに話聞いてないけど返事してる？実はミャンマーにいる時は、経済大学で学びましたよね。でもその時政治が悪くて、危険な目に遭いましたよね。例えばいろんなところで争いが起きたり。それで大学は辞めたんですか？休学しました。休学しました。その時日本語を勉強しまして、政治も良くなることがなくて、日本に行こうかなと決意しました。祖母は、まずミャンマーに大学卒業した後日本に来てほしかったですけど、ミャンマーでまず大学を卒業してから日本に行ってほしいっていう話をしていたんですね。だから祖母と、約束をちゃんと守りたいなと思ってて、できれば日本で大学を卒業したいと思います。じゃあどういうふうにすれば日本大学に入学して卒業できるかっていうのを、登録支援機関としても、プープーさんのちょっと夢を叶えるっていうところでそうしたいなっていうふうに思ってまして、初めての試み。そうですね。メンバー、そもそもあんまり特定技能で日本の大学に入りたいっていうケースは、正直今回初めてで、それをやっぱ叶えさせたいっていうので今回ちょっとチャレンジしてみようかなっていうところですね。プープーさんは例えば、4年生の大学とか、専門大学とか、いろいろあるんですけれども、どういった大学に行きたいなっていうのはあるんですか？仕事をしながら夜間大学に通って卒業したらいいかなと思ってるんですけど。なるほど。じゃあ仕事を辞めずに仕事をしながら通える大学を探したいなと思ってるんですね。
大学は、4年生の大学を卒業したいって感じですかね。はい、そうです。わかりました。はい、札幌でですね、今仕事をしながら、はい、夜間大学に通えるとしたら、はい、ちょっと調べたんですけど、はい、正直そんな多くはなかったんですね、はい、夜間大学っていう。その大学は北海学院大学っていう大学なんですけど、その大学がまず一つあるのと、通信大学っていうのがあって、はい、実際に行かなくて通信でインターネットで通える大学はどうですか？はい、それはちょっと心配なことがありますよね。仕事が疲れが出て、インターネットだから、自習しないとダメかなって、それもちょっと心配してるんですけど。仕事終わって腰疲れたりとかすると、ちょっと勉強しないんじゃないかなとか、そういう心配が。すごいストイックですね。自分を追い込みたいと。なるほどね。あとはプップさんが何を勉強したいかなんですけど、ミャンマーにも経済大学を学んだから、日本にも経済について、勉強したいなと思ってるんですけど。なるほどなるほど。あとはちょっと授業料とかお金も必要なんですけど、それはどうですか？大丈夫そうですか？大丈夫そうと思います。僕は今仕事そのために頑張ってお金貯めてるって感じですか？はい、そうです。はい、わかりました。ただですね、北海学院大学は留学生は夜間大学は受け付けてない。でただしこの特別選抜、社会人っていう制度があって、この制度はどちらかっていうと留学生ではなくて外国人さんも社会人として、入学できるっていう形で、ちゃんとミャンマーで例えば高校まで卒業しましたよっていう証明書であったりとかを出しつつ、あとは日本語能力試験の N2 を合格してれば、あとは面接をして通過すれば、その2部って夜間大学から2部っていうんですけど、そこに入れるっていう。去年の12月の日本語能力試験 N2、すごくね、2点ぐらいでしたっけ、2点ぐらいの差でちょっと落ちてしまったと思うんですけど、ただ今年また夏にね、試験があるので、そこはもう N2 余裕で受かると思うので、この学校には N2 はあれば挑戦はできるかなと。わかりました。絶対に合格する、頑張ります。どうですか、プープさん、改めて聞いてみて。ちょっと楽しみだね。楽しみですね。そしてドキドキする。僕らもね、少しでもそれを応援しながら追いかけていけたらなと思いますので、これからもよろしくお願いします。これからよろしくお願いします。最後じゃあプープさん、元気にカメラに手を振ってまた明日も頑張ろうと言いましょうか。じゃあ今日は改めてプープーさんでした。プープーさんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。